続くなったの急に。なんか日本の曲聴きたいけど J-POP 知らないっていう事件、清水翔太ぐらいしか知らない。絶対著作権に引っかかる、バンされる。でも清水翔太でググるとマイブーが一番いい今。マイブー女バージョンだったらバレない気がする。オリジナルだもんね。ああ、いいっすね。こいつシリーズ女性が歌うシリーズいいよね。この人そういうグループ。はいはい。あはい、こんばんは皆さん。じゃあ3次元目ということで授業の方を開始しようと思います。着席で、学校こんな感じじゃなかった？違うっけ？上げ止まり下げ止まりは必ずライン引いた方がいいですよね。どういうことだろう。そのトレンドが起きた時にってことかな。起立で着席、出席取れます。ちょっと待ってね、もう少しちょっとだけ相場見させて。クロス線が動き出しそうな気配がある。先生、教科書忘れました。帰れ、家から取ってこい先生、ブラジャーつけ忘れました笑った。さてさて、質問回答しよう。LINE トレードしながらバックテストの勉強をしていますが、 LINE をどのようにアローで出せばいいでしょうか。これね、方法があるんですよ。
まあ、どういうライン引いてるかによるんだけど、まあ、これはねちょっと有料級のお話になるので、会員ライブでお話しさせてください。これありますよ方法。てかね、自分のライン引いたらそこでシグナル、ダメか、バックセス取れねえそうだ、忘れてた。まあジグザグしかないよね。ね、課題ですね。うん。まあヒントはジグザグっす。ジグザグ。カスタムエンジンでジグザグってあるでしょ。それがヒント。たくさん通貨ペアを見るようになるとなくて、昨日まで4チャートだけ見てました。しかし今日のムーロサマーのライブでドル水とクロス円などのパワーバランスの話を聞いて通貨ペアを増やしました。始めてばかりの方は全通貨見るのは難しいと思うんですが、初めはこれだけは入れておいた方がいいという最低限の通貨ペアを教えていただけますでしょうかと。ちょっとラジオ風に言ってみた、そういう質問なんですけれども、できるだけやっぱ通貨ペアをたくさん見た方がよくて、見慣れなくてもいいから見慣れるように努力するっていうことをして、発通貨で、モニター3枚ぐらいかな、1つは MT41、1つは MT42、1つはハイローの画面っていう風に3つの画面で、やるっていうのが一番最初のベストかなと思ってます。で、モニターが2枚しかなかった場合は、ドル円ユーロドルは、最低限として、あとは自分の好みによります。ただまあよく動くっていうのはユーロとスイスとポンドっていうのは関連性があって、ポンドとカナダっていうのも関連性がある。でオージーとニュージーっていうのも関連性がある。なのでどの関連通貨を見ていくかによって、自分のトレードスタイル、またはその逆張りなのか順張りなのかでも、入れていく通貨ペアっていうのはまた異なっていきますので、自分のトレード手法によるかなと思います。周期系だったらオセアニアがいいんじゃないですかね。5ドル5円、ニュージーニュードル、周期系のノウハウだったら。で単純に逆張りであれば、ユーロ王子とか、スイス円、ドルスイスなどなど、ドルスイスユーロ、この辺りはすごく、逆張りでは非常にバックテスト上ノウハウとして、立派なものになりますという感じです。はい、次の質問いきましょう。先生、勃起して起立できません。これについてはもう冷静になるしかないので、冷静になっていただければと思います。裁量をやる際に MT4 を見て勉強しようとする場合はいろいろな通貨を同じ時間帯で見た方がいいですか、それとも一つの通貨ペアをひたすら見て他の通貨に行った方がいいですか。これはですね、一つの通貨ペアを全部見続けた方がいいですね。まず今ユーロ王子を開いてるんですけど、まず1分、これオプション、見えねえわ。はい、ここに、ツールっていうのがあります。でツール見えな、白くて見えた。オプションっていうのがあります。でオプションクリックして、チャートクリックします。そうするとヒストリア内の最大バースっていうのがあるんですけども、デフォルトで多ければ全然いいんですけども、大体6万5000本っていう風になってるんですけど、この6万5000本っていうのをまず、全部見るということをしてみてください。でこれを1分間で最初1分で見て、5分で見て、15分で見て、30で見て、1時間で見て、4時間で見て、日足で見る。で週足とか月足っていうのは見なくて大丈夫です。まず1分足から見ていくと、そういうことをしてください。次の質問に、移ります。モニターのサイズって何インチ使ってますか。これ何インチ ?23.6 かな、多分そうじゃない ?23.6 だと思います。そんなでかいかこれ、わかんねえ、あんま気にしてない。多分 23.6 な気がする。僕は ASUS 使ってるんですけど、何でもいいですね、モニター正直。FX でユーロ円131円で売りしました。131円、お上手。いいんじゃないですか。どこでリグーかですけどね。FX は出口が大事なんで、入り口より。ラインを引くときにどこの時間足から有効なラインを見つけていきます。僕は5分足です。
ラインを引いてラインの手前で反発することがありますが、それも1回の挑戦と数えた方がいいですか？はい、そうです。増強サプリ系でお勧めありますか？なんだそれ。あ、増強、あ、そういうこと下ネタか。おすすめか。使ったことないからな。ありがとうございます。ひたすらチャート見て考えていきます。チンコを大きくしたいです。ですね、これに限ってなんですけど、不可能なので、テクニックを極めるということをするしかないかなと思います。別に、正直ですね、チンコの大きさはね、関係ないんですよ。その前儀が気持ちよければ、結果ゴールはいいので、そのプロセスが大切ということになりますね。きっとプロセスが雑だからそこを注目されてしまうと。だからそこを注目されないようなプロセスを組み立てるというようなことが大事なんですね。結果シナリオなんですけど、チャートも一緒ですよね。どうやって、どこが気持ちいいかっていうふうに、要はラインですよね。ラインですよ。例えばね、今のユーロ時、1.5835 に前日安値割りました。次はじゃあレジスタンスに変わるのでしょうかと。じゃあその気持ちいいポイントは変わるのかといったら変わらないわけですよ。で、ラインの、ちょっと待って、ごめん、ちょっとこじつけようと思ったけど無理だわちょっと無理がありすぎた。頑張ったけどちょっとごめん、無理だわ。全然噛み合わないちょっと無理だったな。難しいなこれ。そうですね、前日のデータそもそもねえから無理だわそう俺もね、しくじった方向性をしくじって前日安値に目をつけてしまったのが間違いだったね。じゃあ LINE の話だけで突っ走っていけばちょっとねプロセスで攻めれたんですけど、前日安値ね、前日の女性の表情なんかわからないですからね。ミスったな。ちょっとしくじったんで反省ですね。ちょっと PDCA 回していこうと思います。いやでも本当にそうでなんかあれなんですよ、本当に前儀が大事っすよ。なんか相手が気持ちいい、どこを気持ちいいかってやっぱ調べる必要があるんで、でも本当に相場と一緒で、結構リアルな話、どこがいいのかドンピシャなのかって待つのもやっぱ相場ですし、女性からね求められるようにしなければいけないし、本当一緒だなと思いますよ、その点。真面目なエロだったら別に女性は入りやすいですからね、割と。前日の高値安値にラインを引いてトレードしてるんです。そのやり方はどうですか？いや全然いいと思います。それはやった方がいいです。本当間違いなくやった方がいいですよ。前儀はレンジ、ちょっと違うな。むしろなんか入れることがゴールじゃないから。でもレンジが7割トレンドが3割って相場なんだけど、ほんと前儀が7割入れるの3割ぐらいですよ、割合的に言う。LINE に行ったと思っても騙しの可能性もありますよね。見極める方法はありますか先生？どういうことだよ、どっちの話だよこれはクーマルにはしますから。ね、自分のをしてくれるんだからね、ちゃんとお返しはしてあげないといけないですよね。彼女の朝からめちゃくちゃ臭いんですが、カミングアウトするべきですが、3日経っても指に彼女の面影がそれはしてあげよう。それはしてあげよう。それはしてあげよう、本当に。画面の波形が
まあちょっと L に行き過ぎたね。まあ真面目な話にちょっと戻りますわ。で真面目な話をすると、まあ、僕がなんでトレードをこう稼げるようになったかっていうところなんだけども、ずっとね俺も勝ち負けを繰り返してて、いわゆる相場のレンジと一緒だったんだよね。勝率も 52,3%、いやじゃあ間違ったそんな低くでは 62,3% か、ぐらいでずっと推移して、確かにお金は増えてるけどもそんなに増えていない、っていう状況の中でずっと、まあ 62,3% だけども、結局入れるところって、加工しているところ、いわゆる加工しているところ、上昇、だからこういうところって連打できるんだよね。当然上がっていくから、こういうところとかでも勝てる時って入れないの。要は追撃ってしないから。断品、喉が痛い、ちょっと待って難品と追撃っていう言葉を多分ご存知だと思うんですけども、逆張りで追撃って基本的にしないわけじゃないですか。で難品だけになるから、例えばそういう、こういうところっていうのは当然ですけども打っていけるけども、逆にここから急に下がった場合っていうのは、ここでインし続けることはできるけども、こっちでインし続けることっていうのはできないわけ、まあ、順張りになっちゃうから。ってなると 62,3% あったところで打てるときは負ける、入れないときに勝つっていう状況になるわけです。でそういう状況になってしまうと、当然だけども 62,3% あってもお金が増えていかないという現象が起こると。っていうのでずーっと僕も勝った負けた勝った負けたっていうのを繰り返していて、で、とある日にすごくはって気づかされるんですよ。あれと、俺がやってることってこれは意味があるのか意味がないのかっていうのと、自分の、僕がね、ものすごくこうブレイクした瞬間、ブレイクアウトを起こした瞬間って何かって言ったら、日々僕が毎日自分の日報っていうのを上げてるんですよ。自分自身の日報っていうのを上げていて、自分がどんな活動をして、自分がね、どういうふうなことを考えて生活をして投資と向き合っていたのかっていう日記を見返した時にめちゃくちゃブレイクしましたね、僕は。あ、俺こんなこと考えてたんだ。で、その振り返った時の自分と今の自分を比べた時に全然成長してないなって思った瞬間から、新しいことをやらなければいけない、新しいことに意識を向けなければいけない。ということは今やっていることを当たり前にしなきゃいけない。要は当たり前って何かっていうと、淡々と LINE 引けるとか、別にいちいち、LINE をここはどうかな、有効かなどうかなっていうふうに調べるっていう段階じゃなくてね、もう何もしなくてもパン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 と、こう LINE が引けるような状態、こういう状態にしなければいけない。今やってることを当たり前の水準にしなければいけない。今話していることを当たり前の水準にしなければいけない。要は一生懸命話している言葉、考えていること、そういったことを当たり前の水準に落として、かつ次への発展、次への思考、次へのアイディアっていうものを出していったものを展開して挑戦していかなければいけないって思ったら急にブレイクしましたね。なんである日突然なんですよね、稼げるようになるのって。ある日突然、今まで日給100万しか稼げなかったやつが急に1000万稼げるようになるんですよ。でなんかわかんないけど、そのブレイクした瞬間から自分の今までのなんかね、吹っ切れたような、なんか本当ね、ドラゴンボールご存知の方はドラゴンボールで、ね、悟空がさとかピッコロがめちゃくちゃ重たい服着て脱いで超強くなるでしょ。あんな感じ、なんか重荷が取れたみたいで、そこからバンっていきましたね。で、それまでは僕も1万円の連打だったんですよ。なぜかわからないけど連打はなぜか癖で、気づいたら5万円やっても怖くない、10万やっても怖くない、20万やっても怖くない、20万やったらなんか速攻で凍結するな、じゃあ10万に戻してみよう、あ10万でもぼちぼち凍結、じゃあ5万に戻してみよう、あ5万じゃ凍結しないで、10万と5万をやった行ったり来たりすることには問題ないんだなってことが分かって今にたどり着いたって感じだから、自分を振り返れるぐらい努力してるかどうかなんですよね。
結構これは自分の中で、すごくシンプルというか、なんか全ての重荷がバーンと外れて、シンプルに自分がやってきたことってどんなことだろうかって振り返ったら足りないことだらけで、なんかそれを一つずつ項目にしてタスクにして処理していったら、あれと意外に俺稼げる力持ってたんだって気づいた。そこのヒントをなんかやっぱ自分の中で作るためには、そもそも自分がこういうふうに例えば、ね、こうやってじゃあこのシーン落ちやすいなって、ギャゾの、プロ版やると分かるんですけど、こうやって自分で編集できるわけ。っていう風な感じ。前日休みで自分は反発しないと予測したけど結果的に反発した。後から見た時にダブルボタンの 4H のラインが効いていることが分かって 4H のラインを引くことを意識をしようとここで考えた。で、このギャゾの有料版の、ストックをいっぱいしてって、で自分の日記をプラスアルファで書いて1分足5分足時間足、っていうのをいっぱいいっぱい作っていった感じで、例えば仕事がさ、なんか全然こう頭に入らない人か、なんか集中できないな今日っていう人かはすごくこういうのを見返すようにしてた。でプラスあとはね、無駄な動画は見ない。例えばなんだろう、なんか YouTuber とかすごい面白い人って今いっぱいいるし、暇つぶしのさ、なんかアプリって今世の中にたくさんあって、でそういったものを見ないようにしてたね、勉強してる最中っていうのは。例えばホリエモンとか、僕がよく見てたのは、やばい出てこない、ど忘れ、3文字、ベックじゃなくてなんだっけ、赤い丸のベックじゃない、ベックじゃなくてなんだっけ、やばい出てこない、テッドそうテッドとかよく見てた。でそういうので気持ちを高めるっていうことを常にしてた。例えば、投資のことじゃないこと、人に分け与えるとはどういう意味合いがあるのかとか、電気会社の社長さんのスピーチがすごく有名になったと思うんだけども、そういうのをよく見たりとか、あとは、ホリエモンがよくどんなことを話しているのかとか、投資についての考え方とか、あとはよく見てたのはアンチってなぜ生まれるのか、肯定とはなぜするのかとか、人間の思考そのものもたくさん勉強したかな。でそういうのでものすごく自分の意識を高めることによって、自分がやらなければいけない、自分はすごく惨めである、自分は知識がないっていうことをたくさんね、自分を追い詰めることをたくさんした。人間って普通に生きてたら投資なんてやる必要がないんだよね。だってさ、もし皆さんがこれから生きていきますってなった時に何が必要って考えたら、衣食住、この3つがあったら生きていけるんです。だからスマートフォンもいらないんです、パソコンもいらないんです、投資もいらないんです、美容もいらないんです、全ていらないんです。でもいらないことをやろうとしている時の人間の活力ってほぼないんです。じゃあなぜ日本人は美容の意識が高いのかってことを考えると、周りがやってるから自分がやるんですよ。でも投資って周りがやってるから自分がやるっていう思考にならない。なぜなら日本のそもそもね、日本の環境っていうのは
投資に対してものすごく険悪な感情を抱いてる、投資に対してネガティブなニュースしか流れない、ポジティブなニュースっていうのが一切流れない。例えば山手線でなんか飛び降りがあったとか、バイナリーオプションで、デモ口座で、騙してるとか、アンチもたくさんいますよね。こういうやつらは全然稼いでない。でネガティブな人の力っていうのは負の力ね、陽の力と陰の力っていうのがあるんですけども、陰の力の方が圧倒的に強いんですよね。人間ってポジティブに考えられる人ってほぼほぼいないから。でそういうのを踏まえていくと、人の話をじゃあ皆さんって聞くじゃないですか。で今の時代ってスマートフォンがあってパソコンがあって、情報リテラシーっていうのがものすごく高い状態のところにいると。じゃあその中でじゃあ皆さんがねお金を稼いでいこうと思ったら、そういうネガティブな情報しか拾わないから、当たり前だけどもネガティブな感情になるし、投資に偏見持ったりとか、リテラシー高いからこそそういう SNS とかいろんな教材とか商材とかそういったものに目がいってしまうんです。となると実はね、自分に目を向けてるようで自分に目を向けていないんですよね。だから自分に目を向けていないということは、自分の振り返りをしない、自分と相場の関係性を向き合おうとしていないってことを考えると、当たり前だけども MT4 から分析して自分のね取引方法がどんなものなのか、どんな時に弱いのか強いのかっていうことに注目しないんです。で気にするのは他人の勝率、他人がどれぐらい稼いでるか、他人がどれぐらい幸せなのか、他人がどれぐらい不幸せなのか、でそういったところに目を向けてしまうんです。で投資っていうのは僕は孤独だよっていつもお話しするんですけども、なぜ孤独かっていうのは他人の幸なんか関係ないんですよ。他人の不幸も関係ない。自分と向き合えるかどうかっていうのが投資の世界であり、そしてこの相場っていう戦場で戦う一つの秘訣であるということを理解しなければいけないし、理解してないからこそ相場に甘い覚悟で立ち向かおうとする。で平気でエントリーして焼けちゃうと。じゃあどうしなければいけないのって考えたら、シグナルツールを探すことだったりとか、目の前の自動売買の成果を見ることとかじゃなくて、まず自分と相場の関係性、自分がどう相場を見ているかっていうことを俯瞰的に物事を見ていかないと上手にならないわけよ。で自分と向き合って、自分がどんな方法を使って自分がどういう数字の中で戦っているか、要は僕らは MT4 っていう世界観の中で戦って、じゃあその中のバイナリーオプションっていうものをやっている中で戦っていくってなった時に、どんな人が取引してるかってわからないし、自分がどういう感情を抱いて相場を見てるかっていうのもわかんないわけ。そしたら自分の数値も知らなくなるし、数値がわからないのに感情的になってたら何にムカついてるかもわかんないんだよね。相場にイラついてんのか、自分の技術のなさにムカついてんのか、自分の情けなんかその副業ができないことにねムカついてんのか、稼げないことにムカついてんのか。だから自分の感情が分かんなくなるの。で自分の感情が分からなくなったらどうなるかっていうと、改善策が分からない。要は PDCA を回すことができないんだよね。で PDCA を回すことができなかったら成長ってありますかって聞かれたら成長はない。じゃあ自分がやらなければいけないことは何だろうかって考えたら、自分を見つめ直すことだなっていうのが僕がたどり着いたその時の答え。当時24歳。じゃあやろうと。っていうことから、じゃあいらない情報っていうのはシャットダウンして、情報リテラシーを低くする。あえて。で自分の高めるところっていうのはファンダメンタル要素、そしてテクニカル、MT4、ローソク足っていうのを注目するようになった。でそこから自分と向き合い始めてから、トレードって孤独だなっていうのも分かったし、自分と向き合っていかなければ勝てないものっていうのも分かった。でそこから自分と向き合ったら勝てるようになったっていうのが僕のここまでのストーリー。
だからね、みんなが求めてる、だから XY 勝てませんとか L が勝った XY が勝った、どうでもいいんです。それは目の前に起きた期待値論に対しての事実でしかない。で、例えば僕が XY を販売して U はクソだとか U は詐欺だとか言う人もいると思います。で、これはこういう話の方が強くなるんです。でも実際ライブトレードを見て僕と一緒にエントリーした方は本物だとも言う。結局じゃあどっちが強く出回りますかって話なんですよ。僕の勝った事実なんか世の中に広がりません。僕が詐欺をしているという事実の方が広がるわけ。これは事実っていうのは言葉のニュアンスとしての事実ね。だからその事実っていろんな事実があるわけ。負けた人にとっての事実、そして勝った人にとっての事実で、いろんな事実があって感じる事実があるから、世の中の人はネガティブな陰の力の方を吸い取っていく。そういうことをしていくと、当然だけども自分と向き合わない、僕のことを暗示するエネルギーの方が大きくなって、気づいたら相場に向き合えなくなってるってことだから、自分と向き合う力ってすごく大切。はい、テッドでしたなかなかいい話できたんじゃないかな。結局ね、世の中の事実なんて自分が思い通りになってほしい願望であり現れであり、だからアンチにとっても僕は稼いでないっていう風になってほしいんです。ユウは詐欺師であってほしいんです。その人たちにとってはね。そう、俺が詐欺師で、俺がライブトレードでデモをやっててほしいんですよ。わかる？これあいつらの願望を、いわゆるあいつらの願望がアンチに変わる。ユウは稼いでてほしくない。バイナリーオプションでいろんな口座を使って負けてる口座を隠して勝ってる口座しか見してない。そうであってほしいんです。だから僕が例えば負けたりしたら、きっといろんなところでライブ負けてたよって言うんです。でも勝ってたら勝ってたって報告しないんです。なぜなら負けた話の方がその人たちは好きだから。そしてその事実、起きた事実をたくさんね、広げていきたい。そうであってほしい。みんながそうなればいいって思ってる。だからね、僕は事実を証明するためにこうやってライブもやるし、皆さんと一緒にトレードもするし、ちゃんとしたことを伝えたい。なんかみんなもそう、みんなも俺のことを肯定したって、それはアンチにとってはそう信じたいんだろっていう風に言いたがってるってこと。だからお互い噛み合うことは一生ない。いや、物事を俯瞰的に見れる人は本当に強くなれるよ。だから俺が負けたことも広げればいいし、勝ったことも広げればいいし、どうだっていい。でも別にそんな活動をする必要も一切なくて、こと投資においては自分のね、自分との戦いでいいんだよね。
どうせ無理いいですよね。確かに日記はね、いいんだよ。何書いてもいいんだよね。自分が思ったこと何だって書いていい。自分が考えてることだから。俺に書き方を教わってその書き方を真似しちゃダメ。自分の書き方を作るんだよね。それは自分の感情だから。そう今負けてる人ってその伸びしろあるからね。今負けて素人の人って素人で勝てませんって勝てないってことは勝てるようになるからね。伸びしろ万々歳よ。まあ本当にあれだよね。自分にどれだけフォーカスするかだから。他人が幸せで幸とか不幸とかどうでもいい。自分が幸せならそれでいいんだよ。他人のこと気にしすぎてるみんなが。だから今このバイナリーオプションを今やってるじゃんみんなまあ自動売買含めてもね。で少なからずこのライブを見てるってことはバイナリーオプションや投資お金が稼ぎたいと思ってるわけよ。お金が稼ぎたいと思ってなかったら俺のライブは見ない。じゃあお金が稼げるようになるためには何をしなければいけないか、なぜお金が必要なのかって最初に考えるべきだよね。それを知らないと動けないよ人は。なぜ稼ぐ理由をまず見つける。で稼ぐ理由を見つけた後に動く動機をつける。で動く動機があれば人は初めて走れる。なんとなく1億稼ぎたい、なんとなく1000万稼ぎたいじゃ本気でやらんよ。例えばさ、美容の話したんだけどさ、みんなが美しいでしょ。周りが美しいでしょ。日本の女性は美しい女性ばっかり。本当に若い子なんか本当にみんな可愛いし、毎日やりてえぐらい思う。歩いてたら。でもそれぐらい綺麗なの日本人の女性って。でもさ、それって周りを見て判断してるじゃん。だから自分の幸じゃなくなってるんだよね。だから美容でも女の人のいいところって自分にフォーカスしてることで、自分が可愛いと思ったらすごくハッピーになれるから、幸せになれるからさ、それはいいハッピーななり方だよね。でも周りと比べなければいい。それをでも比べるから強くもなれる。だから幸せと成長ってすごく乖離するものがあるんだよね。成長するためには痛みを伴わなきゃいけないんだけど、幸せになるには痛みがない方が幸せだから、ここはすごく難しいところだから。成長するためには痛みを伴おうってことだね。だから負けてる人は痛みがあるからそれ分強くなれる。でも本当に痛くないとダメだよ。本当に痛くないとダメ。なんとなく生きていけるんだよね人間って。で超あれでしょ、日本ってさ弱い人を救う国じゃん。なんか何円いいですかとかっていうふうに、僕に言ってくる方々がいらっしゃいますが、僕こんなことを話しながらチャート見てるんで、僕が喋ってないチャートのことを話してない時点でもう全部ないと思ってください。
結果的に25分のドル円とかも下げてるかもしれないけど、これどう考えても挑戦しに行ってるからね、危なすぎる。だから自分がね、自分がどれだけ、経験値を詰めるかっていうところですね。努力したら努力は実らないとか努力が実るっていう風な言葉があると思うんだけども、何もしなければ種すらないってことを覚えた方がいいね。スポーツが人気なのは痛みを疑似体験できるからですね。そうですね。夢叶えるためにバイナリー勝てるようになろうと思いました。いいですね。いいと思います。今お刺身にタンポポを乗せる仕事をしてるんですが、キュウリなかなか分かるとない。どんな仕事か分かんないお刺身にタンポポ乗せる仕事って分かんない完全ホールじわるやつだねじわじわくるやつだこれ。何？あ、そうなの。どんなに努力してもカストレーダーになりたい。なりたいと思ったら僕はなれると思ってる。だからね、そのバイナリーとかはね、そのやってる人、投資とかでね、人に教える立場の人もそうだし、プレイヤーもそうなんだけども、自分の器が大きい人ほどやっぱ、もう器が大きい人ほどやっぱりなんですか、忍耐力があり、俯瞰的に物事が見れると思ってますけどね。ラインの色の意味は別に特にないですね。多分ハイとローですね。高値安値ぐらいです。事故で夢破れて悩んだ時にこの世界に出会ったんで頑張りたい。ああ、そうね、僕もね、それはありますよ。でも何かこの言葉でね、少しでも動機があって、動機が作れてね、一人でも頑張れたら僕は嬉しいなと思います。話してよかったなって。それにしても相場が固まってる。いいですね、僕が目標です。いいですね。ぜひぜひ勝負しましょう。いや、恩返しとかは全然考えなくていいっすよ。僕は好きでやってるだけやし、別に恩を与えてるつもりもないし、こうやって話すことによって僕自身もエネルギーになるし、そう、与えることって実は最大の学びなので、僕は皆さんに与えることによって僕自身も成長してる。だから僕もみんなにね、聞いてくれてありがとうって感謝するべきだし、XY 買ってくれてありがとう、L 買ってくれてありがとう、ライブ聞いてくれてありがとうって感じですね。恩返しとかはね、全然自分の身の回りを幸せにしてあげられたらそれでいいと思いますよ。
いろいろ相談したために出してもらってタンポポはね大丈夫、俺花粉症だから関係ないけどタンポポじわるね。この時間ってツボ浅くなるしね。自分の力で自由を手に入れるのが目標っていうのもいいですか。いつかそれを意識して自分に。全然いいと思いますよ。やっと来てくれるかな。実体が小せえ。ブレークか。なんかここを取るんだかな。初期勝負坊主ならあれだな。僕はね多分ね遊んでるイメージとかいろいろあると思うんですけど、多分ね割と人生は苦労しましたね。ゆうさんと同じステージに立つことができたらリアルな友達になってください。ゆうさんの YouTube や配信見た方がよっぽど価値あります。そしてヒントもたくさん待ってます。待ってます。いや推薦もな。LINE聞いてないんだ。緑のラインが高値で青が安値ラインですか。はい、そうです。もう一個下のラインか。おはようございます。朝インスタライブですか。いやもう夜からずっとやってます確かに結局1時間しかやんねえよってなんか言ってたのに、なんかもうだいぶやってんね、気づいたら。まあ面白いからいいんだけど、眠いけどね、そろそろ。サポートラインとレジスタンスの両方の意味で意識されるラインは信頼度が高いイメージがありますか。どうですか。いや別にそうでもない。ちょっと待ってエントリーチャンス来たから。うわーチャレンジしようかな。どうしようかな。クロス円が上がり損ねた感じか。ボラがないんだよね。じゃあロスカット覚悟って推薦2分割します。1つはハイローレートで111620ぐらいで、もう1つが5何歩ぐらいかな。ただねまだ入らない。そこに来るシナリオの中で今の1分足がどういうローソクを引くか、仮にこの足で来た場合は入るけど、この次の足で来た場合は入るけど、この次の足で来た場合は入りません。
今上下したんでちょっと見ましょう一瞬で。多分ね4時ジャストで動くんで、待って、なんか指標あったな。5時50分か。4時50分か。あと1時間か関係ない。やべ、腹なった。腹やったね。しかも喋ったからめっちゃエネルギー使った多分。待ってね、今来るかもしれないからね、準備した方がいいよ。判定はね、4時45分。ドンと来た場合行くよ。ドンと来た場合、じりじり下げた場合行かない。覚えといてね。ドンと来た場合だよ。ドンと来た場合、まだこういうじわじわはいかないよ。てかこの下のラインで持った方が良さそうだな。まだこれ入んなくていいよ。あ、これ理想的なやつ来るかもしんない。もしかしたら。待って、ルックでレート無視していいよ。入んないで。どっちに動く？で、これは負ける可能性が前提としてある。そんなすごい強気なわけじゃない。まだ多分ロスカット入るからまだ。600ぐらいかな。600以下か。じわじわだから来ない。ドンと来たら。いやー、あと2分以内に来ないと無理だ。ちょっとやっぱ弾かれるな。このラインが強いのか。4時ジャストで絶対動くんだよね。それがどっちに動くかっていうのをローソクしてプライスアクションで判断してるんだけど、いやーこれは無理か。いやーダメだ。これはダメだ。もう4時で上行った。いやー、あとね、あと10下げてくれたらマジで理想的なやつ。もう1個なんだよな。もう1個来てほしかったな。でこれでもうライン試して食われたから、これ下がってきても入んない。今陽線引いた足で一瞬下行きかけたんだけど、これで来てくれたら絶対言ってたんだよね。ただ今の上昇でもう完全に食われたんでダメです。4時でどっちに動くか。案の定だったね。やっぱ引いたラインでドンピシャなんだよね。こっちなんだよ。ここのタッチ待ってたんだよ。でもなんかここまで来なかったってことは次調整しに来る気がするけどね。どうなんだろう。やっぱりじゃあその下のラインで待ちます。
いい、これだったらこれはこれでいい。まだ入んないよ。判定10分で、ユーロが下落してるから多分もう一回大きいのが来ておかしくない。もうちょい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 。てかお腹の鳴り具合が半端ねえ。多分食い切れなかったのか何なのか分かんないけど、これなら下目に挑戦してくるから、もう一個下のラインで待つ。ドル水が上目指してるから、で黒線が、上髭引いてるのでまだ下がる可能性高いから、その値動きに注目したいです。ただもう準備はしてね、準備はしておいて。ハイローレートで560近辺。ただ出来高がじわじわすぎてね、これなんかダラダラいきそうな気配もあるから、もう一個同じぐらい引いてくれたらと思ったら来てくれそうか。いや、いいんだけど惜しいな。来た、ここ行こう、レッツゴー。6060。あー、これ勢いいいな。いやーきついか。約定してほしいね。うわ、いい。値動きめっちゃ激しいから気をつけてね。で、次もう一個判定、もう一個判定、ずらしてずらしてずらして様子見て。3時15分判定、じゃあ4時15分判定でちょっと待って。もう一個半分準備して、半分。まあ多分40ぐらいかな、みんな。4038、まあ遅くて50近辺。オッケーオッケー、3943、オッケーオッケー。あとは多分割とリバウンドしてくれるはず、俺のシナリオなら。で次黒線で上がってくれるはずだから、割とパワーインジは好条件。ただ今値動きがめちゃくちゃ激しかったので、最後の1分までどうなるかわからない。まあ多分40ぐらいだったら割と余裕あると思うんで。